皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。10分切れ負け、いつも通り10分切れ負けで読み上げ音声を塚田理香女流初段に設定してあります。あなたが後手です。はい、私が後手番ですね。対局開始。さあ2六に対して3四歩で、これね早めの角ね止めてきました。4四歩と止めますか。4二銀で今のところ振り飛車も居飛車もさせるような格好ですから、じゃあ居飛車してみましょう。2六8四歩でね、で8五歩とついて、さあ銀を上がってね、雁木ですね。私の方の作戦としてはね、雁木の形です。大体方は左美濃の格好でしたね。7七銀と上がると矢倉の格好でしたが、左美濃の格好でね、場合によっては急戦も狙うというような感じでしょうか。金を上がって、急戦調の格好ですけどね、すぐにね、何か攻められてしまうこともなさそうです。現状ですね、4五歩や同歩でね大丈夫そうなので、さあ2六飛車とはいえなんか攻めてきそうな気配もありますね。銀を上がるとどうなるんだろう。ボンボン攻めてきてどれぐらい、やってみます。銀上がってね、4五歩を仕掛けてくるかもしれないですが、仕掛けてこなかったですね。銀の力、さすがにちょっと無理でしたかね、現状ですとね。4五歩同歩3五歩という仕掛け、3五歩同歩4五歩という仕掛けがねいつでもあるところではあります。で私は右玉含みですね。右玉にしちゃいますかね。王様上がってね右玉に構えます。こちらがね攻められそうなのでね、王様を上がってね、さあ3五歩から仕掛けてきました。左ではね非常に硬いので、もうねチャンスと見てどんどん攻めていきます。これどうなってるんでしょうか。同歩と取って4五歩同歩、角を交換して、どういう攻めかな。攻めをねちゃんと相手の攻めをね考えとかないといけないですね。香車を走って同香に飛車を走るってことかな。同歩でちょっと対応してみましょう。2四もついて4五歩でしょうか。そうですね、これで同歩ですと角を交換して同桂で1五香と捨てるってことでしょうかね。飛び込んで銀をかす、同角の形で受ける手もあるので飛車を引いとく手もありますね。飛車引く方がいいかな。取り込んで同角、銀立つと角を引く。難しいところですね。同歩で同歩でいってますから、どう攻めてこられるかね。角を交換して同桂で1五香っていうのが一つ考えられます。同桂で飛車がねまだ上なんでね、角を打ってきました。これまたあれですね、難しい手ですね。これは一応香をね狙ってるんですが、飛車を引く手もありますね。歩を突く手もあるな。いやちょっと難しいです。迷いますね。直同飛車も考えられます。飛車を引くと4五桂かな。同桂同銀、そこで角を打って反撃する、そう言ってみますか。飛車引きはね、形で香車に紐をつけながらね受けた手です。この飛車引きまで入るとね右玉は非常にね、安定してくるんですね。さあ相手方今考えてますね。2四飛車と走るか、4五桂と飛ぶか。4五桂でしたね。同桂同銀ってことでしょうか。さてここで4四歩と打った時にね同銀と取れるようにしたのがこの角打ち効果ですね。さあどうするのがいいかな。ここの歩を突く手もあるんですけどね、5五角と出てくる感じでしょうか。3七角打ちたいんですよね。3七角打ちますか。これがね一応この形に対するね部分的な反撃の手筋ですね。で飛車走って、さて6四突いちゃうかどうかですね。ここを突いて角を突いちゃいますか。角が効いてくるんで、これ突けばね5角と出られないということです。さあ角を引いてね、で2四歩と1回打つかどうか。打たない手もあるところですね。打って2九飛車かな。歩打ちますか。香車を取っとく手もあるんですけどね。これで飛車を追って、さあこれでどうするか。7五歩と突いていっちゃいますかね。もうね反撃でね、角が効いてるんでね、相手のね陣形のウィークポイントの角を狙っていきます。歩ですか。さあこれでね銀をかわして
まあ7六歩と取り込むと4三歩成でね、まあ、1枚損する形だったんで、まあ激しくなりましたね。この右玉の形なんですけれども、同歩と取っておいて、これでどうか。まあ、角が効いてるのが頼みの綱ですけれどもね、やはり逆にこう7四にね桂馬を打たれるような手も出てきてるので、まあ、例えば今のところで銀で取るとね7四桂みたいな手があるんでね、別にこの歩をね突いていっても、まあ、無傷で済むわけではないんでね、いやこれ激しいですね。銀打ちはね、もう同金同歩成同金ですと2三飛車ないと、まあ、これは取り込むしかないですね。さあこれでどっちの攻めが厳しいか。まあ、3二の銀をね取られる分にはそうですね、こう取って、まあ、5二銀成もね同銀だったので、さてこれでどうかですね。4三歩成を狙って受けると2三飛車成ってことですよね。まあ、叩きますか。さあこれどっちの攻めが早いかですね。4三歩成には7七歩成が先に詰めろがかかります。銀引きですか。これはね同銀ですと5五角成があるので銀を引いたんですが、これは結構効きましたね、この手自体はね。さあここで一回受けとく手もありますね。こう叩きが入ったのでね、受けて飛車成の時に攻めるという考え方です。あとはもう8六歩とついてバンバンいっちゃうって手も考えられますね。8六歩でいけそうかな。同歩叩くいけそうですかね。まあ、4二歩とね辛抱する手もあったと思います。これはもう一気にね決めに行く手です。まあ、角成か叩いて角成か、叩いて角成の方がいいかな。まあ叩きますか。で銀が引いて辛抱したんですけれども、その銀を狙って5五になると。まあこれでね7六の歩と相まってかなりね厳しい攻めですね。次に8八角と打って6八玉に7七角成という手でね詰めろがかかってますね。あとまあ場合によってはこう4四馬とねこの歩を取る手も効くので、どうですね、これは詰みですかね、角打ち込んでね。はい、まあ受け取ってもね4四馬があったんでね、これはただ、一気の詰みになりましたね。この馬の角の力でね。はい、まあ、非常に激しい将棋でしたね、この将棋はね。ありがとうございました。ビクトリー。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋音声実況対局の方やってまいりました。まあ、戦型がね私の雁木プラス右玉という形でね、以前ね何局指したような組み合わせでした。今回ということで左美濃からね速攻を仕掛けてきましたので、まあ、中盤からね一気に激しい戦いになったんですけれどもね、まあ、うまく的確にね反撃が決まりましてね勝ったという内容でした。まあ、こちらの将棋ね解説編の方で詳しく、触れていきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったのでグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた